Aniza. I think I first heard about Mirai Keisatsu Urashiman in this issue of my anime. やっぱり浦島はもう思い入れもそうですけども、もう気持ちがもう入っちゃってあここからは私の大好きな赤い講談ジリオンのコーナーでいきます。長くなりそうだな。なんかもう子供の昔から私小学校から同級生なんですね、だからもう当時からもうジリオンジリオンジリオンって言ってたんですよ。わあすごい。もう本当ありがとうございます。はい終わり終わりだよ。とりあえずもうすごいね、中佐のファンはいっぱいいらっしゃるんですけども、その中でお声掛けさせていただきまして、日本人の方とブラジルの方ブラジルでお声掛けさせていただきました。でまず日本人のもうめっちゃジリオンオタクインタビューを、テキストでもらってますので、ご紹介したいと思います。サイファイ TZK さんという方ですね。はじめまして、ジリオン大好きなサイファイ TZK と申します。このような機会をいただいた井口さん、アニーザさん、本当にありがとうございます。自分が井口さんを初めて意識したのはやっぱり未来警察浦島でした。浦島のリアルなキャラクターを時にダイナミックに時にコミカルに動かす魔法はエンディングクレジットにひときわ際立つ井口忠一氏の仕事なのかと子供心に植え付けられました。でその後映画「マクロス」の「吹っ飛ばされるモブの女の子」というのがありまして、これがですね このシーンらしいんですよ。はい、冒頭の敵兵がマクロスの船内に落ちてきた、シーンです。まさに確かに中さんの絵なんです。が浦島っぽいぞ、やっぱり井口忠一氏が参加してるだったり、そうなんだ。メカドックのかっこいいオープニングを堪能したり、自分が一番アニメを見ていた中学時代は毎週どこかしらで井口さんの絵を見ていた気がします。そして進学後ジリオンが始まりました。どことなく浦島を感じるキャラクターシフトに魅力的な演出を備えたジリオンに自分はすぐ魅了されました。そして第1話のエンディングに燦然と輝く原画井口忠一、自分また井口さんの手のひらで踊らされてるっていうところでもうサイファイさんはもう興奮したそうですね。ジリオンではテレビ OVA 以外にも井口さんのイラストをたくさん拝見しました。ニュータイプのグラビアとかですね、あとは LP の特典ポスター、まさにこれですね。こちら側のあとアニメイトのグッズなどアウトの表紙やポスターでもチャンプに井口さんのキャラデザのクロードを感じるとのことですよ。でセガから出たゲームのジリオンのパッケージ、これですね。マーク3のソフトですね。これも中さんなんですか？このパッケージも井口さんの仕事ではないかと思っているのですがいかがでしょうか？そうなんだ。当たりですね。マジか、これそうなんだ。正解。で、もうアニメで井口さんのお名前を見かけるたびに主にタツノコですよね。アニメを食い入るように見ていた中学時代の自分が幸せな気分になります。先日も映画39にお名前を見つけてまた一踊りしておりましたと。本当にこれまでたくさん素晴らしい作品をありがとうございました。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。サイファイさんでした。ありがとうございます。すごいですよね。やっぱこのマクロスのこの一瞬のワンシーン、これで井口さんだって確認してる。そうなんですか？でもこれはでもね、はっきり覚えてない。これどうですかね、有識者の皆さん。なかなか。中村さんかもしれない。中村さんっぽい動きもしている。なるほど。変が細かいから中村さんね。なるほど。
サイファイさん、中村さんかもしれない。中村さんがちょっとあんまり変化からですよね、このこの辺のなるほど。そうそうそうおっとここでエフェクトが中村さん。なるほど。でもう一方、ブラジルの、ああ、はい。ブラジルですよ。もう地球の真裏ですね。下にいる。下にいますね。見てるんですすごいなすごいですよね。すごいね。エリコさんですね。ブラジルには日本国外で最大規模の日系コミュニティがあるそうなんですけども、うんジリオンは1980年代に私たちの元へ届いた最初期のアニメ作品の一つだったそうです。当時としては登場人物たちの背景設定が非常に重圧で印象的でした。約40年が経った今でも私はオフィスのスタッフたちと共にホワイトナッツのチームの精神を大切にしていますと。ジリオンを見ていた少年の心を失わないようにしているのですと。この作品は自分自身と仲間を信じ続ければ良いことが起こるということを教えてくれました、という、ジリオンが好きな理由になっておりますね。でジリオン制作当初タツノコプロはテレビアニメの作画品質向上に挑戦していたと聞いております。振り返ってみてアニメーションチームは厳しい制作スケジュールと象徴的なアクションシーンに求められる高い作画密度をどのように両立させていたのでしょうか。当時作画品質向上っていうものにでもあれはあれなんですかね、IG だってだから全然タツノコが IG に全部丸投げしてたんで IG プラスタツノコ。 IG プラスタツノコ。で IG がまだ出始めでうまくいくかどうか不安だったみたいで、だからタツノコと提携して。なるほど。IG も IG タツノコってあ、そう。石川の I と後藤の G。あ、そうなんですね。だから大した名前じゃないんだよ。はい、使わさせていただきます。遠慮なく。アニメーションチームのスケジュールとか厳しかったんでしょうか。スケジュールはジリオンだけじゃなくて、はい、普通と同じですよ。だからスケジュールはもう厳しい。厳しい。全てにおいて厳しい。だからジリオンだけが厳しいってわけじゃなくて、もう全体的に厳しい。そういうアニメの時代。そうだよね。その中でもやっぱ自分が感じたのはジリオンは動きがいいなと思ったんですよ。あれは枚数を割と入れてるんですか、やっぱり。今ではそういうの普通だけどね。ああ、そうですよね。でも当時のアニメでは当時としてはまあそれに枚数入れて。その枚数が増えるとやっぱりそれだけ大変に柔らかが書くの大変。制作は大変ですよね。そうするとスケジュール的にももっとどんどん少なくなってくる。あたり。やっぱ時間をかける。そうしたらいいものができるってことですよね。そうだよね。だいたい一般的に昔は3000枚ぐらい、30分ね。3000枚ぐらい。でもいいともっと使うときは6000倍になる。枚数ですもんね。すごいな。動画の枚数ですよね。で中村隆さんっていう人がやっぱりすごい小回り細かかったりすごい細かい絵を描く人だったんですよ。ジリオのオープニングが。そう、オープニングがそうなんです。そういう印象があってよく動いてるっていうふうにインプットされてると思うんですよ。はい。でもアニメってそもそもが省略の美学なので。俺それが一番好きな。省略の美学ですよね。いかに少ない、いかに手を抜いた絵でまともに見せるかっていうのがアニメーターの技術なので。それと割と中村さんと井口さんはそこではちょっと違う。違うよね。そう考え方も描き方も違うんですよ。だいたい1秒で24コマあって、それに2コマずつこう絵を入れていく。
のはすごい柔らかい動きが見える。でも3コマだとまあギクシャクしたとこもあるけど、まあ見せられる、ごまかせる、見てる人を。でそういうあれもできれば本当に手間もかかんない。まあやり方でやっぱり違うもんね。同じ絵を描いてても。そうですよね。なんか音楽とすごい通じるそうだよね、ところがあって引き算するんですよね。たくさん音を重ねればそれだけ重圧なものはできるけど、でもそれが必ずしもいいわけじゃなくて、ああそうだね、はい、引き算してシンプルな方がいいところもある。ああ一緒だ。まあでもジリオンはブラジルでは全国ネットのテレビ局であるグローボっていうところで放送されていて、1980年代に絶大な人気を誇った子供向け番組「ショーダシュシャ」の中で紹介されていたそうなんですね。まあジリオンは宇宙戦艦ヤマトやグロイザー X と並びブラジルにやってきた最初期のアニメ作品です。すごい組み合わせだな。グロイザー X って知らなかったんですけど、空爆ロボット。空爆ロボット。これ日本のアニメなの？日本なんですよ。そうなんだ。特に興味深かったのは放送と同時に、まあ、おもちゃゲームの大規模なプロモーションの展開が行われていた。やっぱセガですよ。私たちの世代の子どもたちはそのストーリーや登場人物同士の奥深い人間関係にすっかり魅了されました。当時の他のアニメやカートゥーンではあまり見られなかった要素だったからということですね。チームメンバー同士の関係性が物語とともに変化していく様子ややがて敵との関係性まで発展していく展開は本当に素晴らしく、多くの人々の心に深い印象を残しました。その後何年も経ってから私は多くの努力と費用をかけて日本からオリジナルのレーザーディスクを何枚か輸入しました。そして同じく熱心なファン仲間たちと共にそのレーザーディスクから取り出した高画質映像に懐かしいポルトガル語吹き替え音声を同期させました。こうして私たちは初めてとなる高品質な DVD 版を制作し、この素晴らしいアニメを新しいファンへと共有するとともに次の世代へ受け継いでいくための保存活動を行いました。こういうまあ海外やばい。大体海外の人はこういうことやってる。それをやっぱそういうもんですからね。趣味の範疇で。だからこの熱量はすごいんですよ。やっぱすごい。でまあ先ほど言ったおもちゃ、まあセガっていう、まあ、ゲームメーカーさんがもともとおもちゃも作ってるんですけど、それで光線銃のおもちゃを作ってそれのアニメを一緒に作ったっていうのがジリオンの始まりなんですけども、まあ私はちゃんと買いましたもんね。ちゃんとって言い方変だけど。俺もらったけど。ああ、それはもらえますよね。チュウさんやりました？やりました。なんか的があるんだよね。そうなんですよ、ここに。あれ夜やると面白い。光るからね。そう。結構飽きるよね。チュウさんなかなかの大人でしたよね、その時は。いやいや、もうおじさんになって。ということで、それと同じものがブラジルでも販売されてたということですよね。すごいね。はい。いやありがとうございます。ペコさんありがとう。なんとセリガでーす。これも先ほど言ってたマスターシステムで遊んでばっかりで、仕事しないんでアップルが怒ってゲームやってるそばからもうテレビ持ち上げても JJ の頭にこっちにいただければしてました。はいはい。おーすごいねこれ。これもね最終回の1個前の時にそう。はい
チュウさん覚えてます？いや覚えてない。これはね、全く。ちなみにさっきのが井口さん、自分でやったしチュウさんの作家の回です。これあ、これが。はい。おお。だから自分のやったやつはやっぱ覚えてるけど、ああ、そうですよね。人のやつは覚えてないですよね。覚えてない。こっちにくれる？こっちも見たいじゃん、ちゃんと。ちょっとね、いっぱいあるんですけど。うわーこれはいつの場面とか覚えてるの？これはね、フランソワーズ先輩が敵に襲われるという。アップルの元上司。フランソワーズ先輩。はい。覚えてんだ。はい。すごいね、これめっちゃ綺麗だね。あ、このなんかこの破れてるところがいいな、味が。これ背景付きすごいね。今やる？あ、違うの？あ、セル画で背景付きない。これチュウさん、これって話しちゃいけないんですか？いや剥がしていい。いいんですか？これここにああ、気をつけると。いやいやあ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、いやいや、ちょっと待って、大丈夫ですか、大丈夫。ちょっと、大丈夫。大野さんが下げてますよ。僕らは珍しくないけど。なんか違くないですか？これね多分間違えて色塗ってああ、上からああ、なるほど。上から貴重これも。色を塗り替えてる。めっちゃ貴重じゃないですか、これ。これ。微妙に違うのかな。色の指定が違ったんです。そう。そんなわかんないぐらいじゃないですか、これ。あれですね。あ、これもすごこれいね。激闘編行く前のJJ が一人取り残されて戦艦で戦って一人で取り残されちゃってアップルとチャンプだけは帰ってっていう、JJ ってこうバーンって分かれてっていう時ですね。いやちょっといいな。このなんか光の当たり加減ですいいね。すごい。これもまあこれすごいんじゃないの？ビッグポーターから出動するね。わかんない。目的地に着いた時にじゃあみんな行くぞみたいな。すごい。ゴーみたいな。はいすごいね。デイブがいなこれね彼操縦してるんですよこのでっかい飛行機を。あ、そうなんだ。で3人は戦いに行くんですよね。ああ、ちょっと取った人がね。そう。チュウさんが、あ、そうなんだ。それはしゃあないですよ、チュウさんは。このジリオンの本にですね、チュウさんが全然なんか苦労しなかったって書いてある。鉛筆たったの1本で済みましたって書いてありますよ。であんまりね気持ちが乗ってなかった。言っちゃった。でも大事です。そういう大事です。面白いです。本人の証言です。嘘偽りない。大丈ジリオンのこのなんかまあメインの方っていうの。夫。後藤さん高之さん。後藤さんのキャラですよね。後藤さんは今でもこう仲よろしいんですか？いやあんまり好きじゃない。あんまり好きじゃない。ダメだってブインク。そんなことないですよ。そんなことない。そうなんですか。じゃあ今度チュウさ中ん。村さんとはどういうご関係？あいつは好きですよ。あいつなんですね。いいやつ。中村さんの方が後輩、全然後輩です。あの子はね後輩。おー。中卒で辰野が入ってきた。で割とすごい。一緒に仕事されたのはゴールドライターのあたりですか？もっと前からですか？いやもっと前は中村隆は仕上げ色を。あ、そっちからなんですか？アニメーターじゃないんですだから女の子に囲まれて仕事やってた。羨ましい。で可愛かったんだよね中卒だから。なるほど。坊主頭で、そうなんですね。すごい可愛くて人気者だったよね。仕上げからアニメーターになったんですか？だから自分でやっぱり絵描きたい。途中から動画とか。でもあの絵も出てない話ですね。それ世の中出てないですよね。あの絵アニーザ初出し。これ大丈夫ですか出して？中村隆さんの話そんなの初めて聞いたもんね。仕上げ出身ではないけど。多分知ってんのは俺だけだと思う。それすごい貴重ですよ。逆にちょっと今これ皆さん。逆に言うと中村さん呼んでここで今度中村さん。例えばチュウさんが関わってる
話があるじゃないですか、ジリオンの中で。その時にしか出てこないキャラクターはチューさんが考えたんですか？サブキャラというやつです。サブキャラ。例えばですけど、セシルとか、この子ですね。これチューさんの回なんですけど、これはチューさんの覚えてない覚えてないですよね。ジリオン気持ち入ってなかった。まだ言っちゃった。単純に質問、チューさんに質問なんですけど、さっきも話あったかもしれないですけど、一番今まで関わった作品の中で一番印象に残る思い入れのある作品って何でしょう？浦島でしょ。やっぱりそうですよね。そうなのよ。やっぱそうなんですね。なるほど。ちなみに遊戯王はどうですか？遊戯王ね。5D の。5D はい、5D のオープニングを歌わせて。本当にもうキャラクターから何かが嫌いで。嫌い。それは書くのが嫌いなんですね。めんどくさいというか手間というか。書けないからやっぱ嫌いになっちゃうんですか？いや、書けるんだけど書くのがめんどくさい。めんどくさい。めんどくさい感じだっけ？ちょっと具体的に言うとどういう描写というかどういうところが髪型とかも髪型なんだ。あとねストーリー的なあれもよくわかんないしゲームのなんでこんなのみんな真面目に書いてんだろうなんか書いててね原画書いててバカらしいの何書いてんだよ幸い、僕が歌ってたオープニングのその範囲というかよりも後なんですよね。だから僕らがの歌がクールが終わって、その後でチューさんが関われてるので一応セーフ。セーフってだって同じ作品だったらセーフ何をまさにしたらセーフ。セーフ。僕からしたらもうセーフ。はい。よかったね。マーさんまで嫌いになられるってこと。危なかったね。せっかく仲良くなれたの。危ないわ。これ僕らのその当時歌ってたオープニングの曲とかミュージックビデオ含めて今 YouTube に上がってるんですけど、いまだにもう十何年か前にいまだに海外のファンの人たちにすごいコメントを人気あるんだよね。はい、長々と本当にありがとうございました。お疲れ様。はい、お疲れ様です。チューさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。サブマリン君と乗りたいのさ摩天楼を飛び越え